はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。ねえ、愛。私、このちっちゃいの、とっても気になってたんだよね。私もよ。今回のレビューは、イヤーファンクリップ、イヤーカフタイプのオープンイヤーワイヤレスイヤホンです。今回は、ほぼ使ってみた感想に特化したレビューになりますので、ご了承ください。私はこのイヤーカフタイプって半信半疑だったんだよね。そうなの？どうして？ちっちゃいから低音出ないんじゃないの？とか、耳に挟んだら痛くなるんじゃないの？とかね。もしそうだったら嫌だね。で、使ってみてどうだったの？条件付きっていう感じではあるけど、まず低音は思ったより出るね。それと耳に挟んでも痛いと思ったことはほとんどなかったよ。なので今はこのクリップとこの間レビューしたオープンジャンプの両方を毎日使ってる。夏の暑い時期には特にいいよね。ジャックさん、オープンイヤーのイメージがだいぶ良くなったんですね。便利だし耳への負担が少ないからね。カナル型は音楽専用としてはもちろんいいけど、長時間装着してるとイヤーチップにかぶれやすい体質なんで厳しい。バスや電車に乗るときは周囲の音は遮断したいからカナル型を使うけど、ウォーキングするときには周りの音もしっかり聞こえるんで安心だし、音質も許容できる範囲だってことが分かったからね。そっか。今のところいいところの印象が優先してるけど、さっき条件付きって言ってたじゃん。その条件って何？あくまで自分の体験だけど、装着をしっかりしないと低音が逃げちゃうってことだね。これは人によって耳の形が違うし、こうするといいよって一概には言えないんだけど、ベストな装着ポジションにするのに結構時間かかったんだ。じゃあ最初は低音が逃げちゃったの？そう、自分はここジジュに少し当たるぐらいの位置がちょうど良かった。自分は耳輪が大きめなんでこれ以上は無理みたい。さらにこんな感じで専用アプリの EQ で低音を結構持ち上げてるんだよね。ちょっと音聞いてみようか。聞けるの？ヘッドフォンレビューの音収録に使っているイヤホンマイクを装着して上のようにクリップを装着して撮ってみた。 EQ はオフにした状態、接続は SBC、1 分ぐらいで2曲ね。そんなにいい音では撮れてないけど。はーい、じゃあ聞いてみよう。音量上がるよ。なるほど。結構ちゃんと撮れてましたね。音の出口とイヤホンマイクがほぼぴったりくっついた状態でもちょっと広域寄りに聞こえましたが。そう、なのでさっきも言ったけど専用アプリの EQ で低音をマシマシにしてる。ただ耳にジャストフィットする人の場合、低音はかなりしっかり出ると思うよ。耳を塞がないとはいえ耳の穴の周りに音の出口が囲まれる感じになるので、その分低音が確保されている感もある。音収録ではマイクが少し出っ張る分囲まれる低音がうまく拾えてなかったと思ってる。そっか。じゃあ実際はもっといい感じなんだね。同じイヤーファンさんのオープンジャンプと比べるとどう？個人的にはオープンジャンプの方が低音は聞こえやすいね。装着もしやすい。でもイヤーカフタイプのクリップはちっちゃくて可愛いですよね。そりゃあそこが最大のポイントだからね。結局愛はちっちゃくて可愛いクリップ推しなんでしょ？そうね。これは買っておきたいわ。このレビュー動画を制作している時点では6500円ぐらいで買えるよ。そうよね。あとはジャックさん、何か気になる点などありますか？装着に時間をかけていいポイントを見つけてもらえば特に気になる点はなかったかな。オープンジャンプで十分かと思ってたけどクリップもとても良かったんで、これからは両方を使い分けていこうと思う。そっか。Amazon の販売ページに操作説明などの動画がいろいろあるんで参考になると思うよ。はい。ということで、イヤーファンのイヤーカフタイプのオープンイヤーワイヤレスイヤホン、イヤーファンクリップのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。